はい、皆さんこんにちは。今日はサクッとお話ししたいなと思うんですが、今夜の10時半ですね。さっきまで夜ご飯食べてて、さっき帰ってきたんですよね。今、自分の家というか実家をリフォームしてまして、で、家族みんな普通に仕事してるんで、私が家に行って、そこで仕事をしてるっていう感じで、朝早いんで、6時半に起きて、もうラッシュの時間ですよね。行って、立ち会いして、で、仕事をしてっていう感じなんですが、なんか今日、眠いのと、月1回の体調がよろしくない日と重なってしまって、しかも天気も悪くって、家着いて立ち会って、その後多分3時間以上寝てましたね。YouTube で本要約チャンネルを聞きながら、もう寝ちゃってました。何回も聞き直そうと思って何回も再生ボタンを押して、でも寝ちゃってっていうのを繰り返して、で、昼前に起きてっていう感じでしたね。今日ね、この間、ワンピースについて、ポッドキャストを撮ったんですが、それについてコメントをいただいて、すごく嬉しかったんですけども、やっぱりね、特定の作品を悪くは言ってないんだけど、まあ、個人の意見ではあるけどね、やっぱり、あんまりいろいろと喋るのは良くないなと思いつつも、まあ、でもね、思ったこと喋るのはいいと思うんだけど、ただ私は発信何でもしていいじゃんとは思わなくって、人から意見もらうとすごく嬉しいから、それを取り入れて、議論するのも好きだしね。だからすごく楽しかったなと思って、なんか、ワンピースについてだと結構熱くなっちゃうんで、コメントの返事も少々時間かかったりしてたんですが、そんなことをやってたらね、いろいろとタスクを書いてたけど全然終わらなくて、もう工事も音うるさいし、いろいろ撮影しようと思ってたんだけど、全然できなくて、で、妹とちょこちょこ話したりとか、カフェも行きたいけど天気悪いし、あとはクライアントさんのお返事返してとか、いろいろやり取りしてとか。で、そのワンピースの動画の件があったから、私基本的に自分のポッドキャストとか見返さないんですけど、コメントしながら聞いてて、ちょっと喋り方が下手すぎるなと思って、頑張ろうって改めて思いました。とか、やっぱり結構とか、こういうワード多いなと思って。あと、私癖なんですけど、ねをつけちゃうんですよ。何々がね、それがね、こうだよねって。これ、レッスンの時もそうなんだけど、まあ、優しい雰囲気を出せるっていうのと、普通に癖ですね。それを気をつけようと思ったし、文字起こしをね、テロップをつけていただいてて、本当にいつもありがとう。お友達にね、お願いしてて、私の喋りが下手なせいで申し訳ないなと思いながら、本当にね、いつもありがとうっていう感じです。あまりいらないワードを言わないように頑張ろうと思います。でもカットとかはいらなくて、本当にそのまま文字起こししてっていう感じで。でもね、この間のワンピースの動画で、とっても重要な、魚人っていうワードがね、巨人になってたんだけど、巨人は、ワンピースね、巨人族って巨人が出てくるけど、最初の方はね、私が言いたかったのは、魚の魚人のことだったんですね。最初、音なしでテロップだけ見てて、私巨人の話しちゃったと思ったんだけど、滑舌が悪かっただけで、多分魚人って言ってたと思います。あとね、小田先生の小田が漢字が違う部分が後半にあって、でも
みんな分かってると思うから私がね小田先生の漢字を間違えるわけはないと、たまたま文字起こしで、違う方の小田が出てきてしまったんですが、そこは特に突っ込まれてないので、人はねそういうミスもあるし、別にそのミスは問題ないかなと思います。いつもありがとうございます。本当に最近は別の SNS の動画も編集してくれて、フィード投稿も作ってくれたり、もうライティングもしてくれたり個別に送ってって感じだけど、本当にいつも感謝しております。もう年末だからね、皆さんにお礼とか送りたいなと思いながら、今年は自分一人で仕事をするんじゃなくって、そうやって一緒に仕事をしてくれる方が増えたので、すごく嬉しいなと思ってます。来年ももう少し仲間を探して、ルフィのように同じ船に乗ってくれるような仲間を探したいなと思っております。会社じゃないんで同じ船に乗ってるとはちょっと違うんだけど、一緒に仕事をしてくれる方をまた探す旅に出たいなと思っております。わざわざ探しに行くとか自分からコンタクト取るっていうのはしないけど、やっぱりインスタを力入れたいなと、再度力入れたいなと思ってるので、本当フォロワーを増やしたいとかそういうんじゃなくって、私の情報を見たいと思ってフォローしてくださってる方がたくさんいるのに発信できてないっていうのがやっぱ良くないなと思って、私だからこそフォローしてくれてる皆さんに役に立つ情報を届けたいなって思ったので、そこをしっかりネタを考えて編集して更新していきたいなと思っております。で、そうですね。あと最近思ったことが、私ポッドキャストで話したかな、忘れっぽい人、言ったことをすぐ忘れちゃう人っていうのが、私がフリーランスになってから出会うようになって、それ悪いとか言ってるわけじゃなくって、もう本当に忙しいんだろうなって、頭のキャパがいっぱいなんだろうなって思ってて、私結構忘れないタイプ、物覚えがいいタイプって思ってるから大変なんだなと思ってたんだけど、その忘れちゃうっていうのが最近私もあって、だからこういうことかって思ったんだけど、私妹と話してると多分意識が全然回ってなくって、喋ったこと忘れちゃってるんだよね。妹は一緒に住んでるわけじゃないので、週に1回か2週間に1回ぐらい会う程度なんだけど、今回も3日連続で会ってますが、昨日言ったこととか今朝言ったことをねまた言っちゃってるらしくって、私がそれさっきも言ってたよとか昨日も言ってたよって言われて、でももう忘れてるから、もう全然もちろん覚えてなくて、忘れちゃう人ってこういうことかと思って、多分意識がない、言ってることに対して。だから気持ちが分かりました。本当に覚えてない、言ったことを。いい意味で気を使ってないのかな、気を抜いてるって言っていいのかもしれないんだけど、ちょっとね最近それが私も多いので、妹にだけですね。他はないと思うんだけど、レッスンで話したこととかは結構覚えてるかな。ちゃんとメモもしてるし、その人のことをね。だし、結構覚えてるはず。だから、本当に家族と話してる時だけですね。そんな感じで、今日、YouTube で聞いてたのは、寝ながら全然聞けなかったけど、最後目覚めてね、しっかり聞いたんだけど、タスクの立て方みたいなのを聞いてまして、私が今やってるやり方が結論
良くないっていうことで、私はノートにやるべきことをバーって箇条書きで書いてるんですね。何月何日やることで終わったら消していくみたいな。私このやり方結構好きなんだけど、そうするとできないでしょってその YouTube で言ってて、確かにタスク終わってないんですよ。全然終わってないんです。書いて満足してるわけではないけど、終わってるやつは終わってるけど、全然終わらないままもう日にちが過ぎていく。で、タスクを書き直すみたいな。そうじゃなくて、カレンダーにもう何時から何時これをやるって入れましょうって言ってて、私来年からそれやろうかなと思うけど、なんかそれ書いても結局やらなかったりしそうとか思いながら、やっぱり今日みたいに寝ちゃったり、あとは急な対応も結構入ることはあるね。作った動画を編集し直したりとか、至急これをアップしてくださいとか、そういうのあったりするから、対応ができないこともあるけど、そもそも絶対やらなきゃいけないタスクっていうのをね、優先順位つけてやっていくっていうのが必要ですよね。来年用にそういうノートを買ったんで、そこはしっかりやっていきたいなと思います。あとは、やるべきことよりやらないことを決めるっていうのを、それは何回も聞いたことあったけど、改めて今日 YouTube で聞いて、そうだなと思って、結構ね、やらないことはね、絞ってるから、タスクをこなせてはいるんだけど、それでもまだ不要なものってあるなって思ってます。このポッドキャストに関して言うと、私ウェブサイトを別で作って、そこにスクリプトをアップしてるんですけど、それいらないなって思って、今ね、それもお願いさせてもらってるんだけど、私がこれ必要と思ってやろうと思ってね、ご依頼はしているんだけど、YouTube に関してはテロップがあるし、ポッドキャストも、Spotify の方も文字起こし機能が本当先月とかについたんだよね。私が始めた時それなくって。ってことはこれいらないかなと思って。サーバー代とかも払ってるし、更新してもらってるっていう手間もあるから、そのサイトを閉じようかなと思って、こういう感じで、やっぱりいるもの、いらないものっていうのを精査していくっていうのが大事ですよね。あとは、来年やる仕事のこととか、何を優先的にやるっていうのを、それは大体決めてはいるんだけど、そこをしっかりやっていきたいなとは思ってます。もう今日は本当に朝早すぎて6時半を早いと言っていいのか、私にとっては普段6時半7時ぐらいに起きてるんだけどね、起きて移動してで雨降っててで工事の音がうるさくて、そんな中で寝て、で外行きたいけど天気悪くて、でもカフェ行ったけど明日も若干天気悪いみたいだね。なんか昔はそんなに天気晴れでも曇りでもあんまり気にしてなかったんだけど、最近曇りだと嫌だなって思うようになりました。どっちみち家にいるくせに、毎日歩いてはいるんだけど、それより最近セブンのミルクティーが美味しくてほぼ毎日飲んでます。もともとミルクティー大好きでコンビニのミルクティー、ローソンにはあったけど、セブンにはなかったと思う。セブンのミルクティーの話したっけ？インスタに一回書いたな。もうこういう感じで私、喋ったことをどんどん忘れていくのが怖いなって思ってます。何回同じこと言ってもいいと思うし、別にこの放送だけ聞いてる人もいると思うし、全部をね、見てるわけじゃないから全然問題ないんだけど、自分的に記憶力が低下してるなっていうのは最近ちょっと怖いです。なんか
そういうサプリとかありそう。サプリメントありそう。老化防止のありますよね。それサプリ買おうと思ってるけど、まだ買ってない。ルイボスティーが酸化防止だから老化を防ぐっていう風に勉強したんで、最近飲んでます。体とかね、見た目とか、もう見た目老けていくのがしょうがないけど、なるべく防ぎたいなと思うんで、サプリは、ビタミンは結構飲んでて、ビタミンやっぱり肌綺麗になります。私の家族も毎日サプリ飲んでるけど、明らかに肌が綺麗になった。もともとそんなにニキビ肌とかそういうのではなかったけど、やっぱりちょっとニキビあったりとかして、今すっごい綺麗になって、もう赤ちゃんみたいっていうぐらい、これはちょっと極端って思われるかもしれないけど、なんかじっと見てて、こんな肌綺麗な人いるかなっていうぐらい。で、なんでこんな綺麗なんだろうねって言ったら、まあサプリを毎日飲むようにしたからかなっていう結論に至りましたけど、私も病院でもらったビタミンのサプリを飲んでるんで、肌はいい感じですね。あとは乳酸菌は私は飲んでるし、まあでもビタミンですね。いろいろあるけど、結局ビタミンって毎日飲まないと意味がないんで、自分が飲める値段のもの、飲み続けられるものを買えばいいんじゃないかなとは思いますけどね。いろいろ言われてるけどね、カプセルとか粒のものは良くないとか言われてるけど、高いものを飲み続けられるんであればそれでいいと思うけど、市販で売ってるものが体に悪いものではないと思うから、飲まないよりは飲んだ方がいいと思いますね。ぜひ続けてみて。もう肌って老化していく一方だと思うんで、ビタミン飲み続けたら私たちは良くなった。だからもう手放せないですよね。でも病院でもらえばめちゃくちゃ安いし、普通に薬局で売ってるやつも、DHC じゃなくて、あれなんだっけ、オレンジの蓋のやつ。忘れちゃったんだけど、どの薬局にも売ってると思います。それいいですよ。やっぱり続けられることが一番。あとはジュースをやめたっていうぐらいかな。はい。今日は何を話したかったんだろう。今日のタイトルどうしようかな。家をリフォームしていますにしようかな。ほんと今日仕事全然できてなくて、でもなんでポッドキャストを回したかというと、いろいろ整理したいなと思って。ワンピースのこともそうだし、今日ちょっと体調悪かったよ、仕事できなかったよ、だからポッドキャストでも撮ろうかな。あと最近話すの下手だよねっていうのと、それぐらい。でも明日多分シール手帳が届く。シール手帳すごく欲しくなっちゃって、ロフトとかダイソーとか行ったんですけど、いいのなくて、妹に同じやつを通販で買ってもらいました。シール貼りながらポッドキャストとか撮れればいいなと思って、何でもその撮影につなげたがるっていうね。でも本当にシール手帳は欲しかったんですよ。はい。じゃあ明日もまた6時半起きで実家に行くんで、そろそろ寝ようかなと思います。はい。じゃあすいません。こんな感じでしたけど、最後まで聞いてくれてありがとうございました。じゃあバイバーイ。